ちは。昨年末 YouTube にとある動画がアップロードされました。スティミングライブ2023 Recorded in My Studio。1ヶ月弱でも6万回くらい回ってます。彼はマーティン・スティミング、ハンブルクのベテランのテクノハウス系アーティスト。これがすごい人なんやで。テクノに詳しい方は、ソロモンとアドリアーノが創設したダイナミックミュージックのリリースで彼を知っていると思うし、シンセやサンプラーなどの音楽機材が好きな方はこのおじさんがレビューしている動画を見たことがあると思うし、意外とサカナクションのメンバー全員が好んで聴いているのはこのスティミングさんだったりするし、最近は機材好きが高じてこのスティミングさんは IMC というマスタリング用のコンプレッサーの販売を始めたんですが、ご多分に漏れず僕もスティミングさんが大好きで、10月には青山のベントというクラブに彼が来ていたので一人ぼっちで見に行きました。感想としてはですね、すっごいかっこいいライブだったんですけれども、それよりもね、想像よりもでかい。185センチぐらいあるんじゃないかな。動画で見てるイメージよりもでかかった。近くにいたカナダ人の若い子でスティミングのファンみたいな子も想像よりでかいねっていう風に言われて、ああ、そうっすね、みたいな。この動画ではそんなマーティン・スティミングの動画のライブセットがどのような機材を組み合わせて、どのように機材をコントロールして、どのように音を鳴らしているのか解説します。本人から詳しく解説を聞いたわけではありませんが、彼が今回メインで使っている機材、テンテミュージックのブラックボックスとブルーボックス。これ僕もライブで使っているので、ある程度の角度を持って情報をお届けできるかと思います。こちらが九段の動画でスティミングさんが使っていた機材です。まず、ライブの根幹となるのが下のテンテミュージックブラックボックス。これを2つ使っています。僕のレビュー動画でも話したんですけれども、このブラックボックスはこんなちっちゃな大きさなのに、もはやモバイルエイブルトンと言っていいくらいの機能が詰め込まれている。ただセットのロードの時に音が途切れちゃうので、ライブの時に曲をつないでいく時にはちょっとした工夫が必要になります。で、僕の場合はこちらのノーベーションのサーキットリズム。これと、ブラックボックスを使って、こっちでビートを流しといて、こっちで次の曲をロードしてっていう風に使って曲をつないでいます。で、スティミングさんはこのブラックボックスを2つ使って曲をチェーンさせていると。で、こう言うと、単純に左のブラックボックスで曲を再生させて、右の方で次の曲再生させてっていう風に DJ プレイみたいに使っているように思われるかもしれないが、そうじゃないところがポイント。詳しくは後で話します。で、ブラックボックスの間にはミキサーのブルーボックスと、そのブルーボックスを素早く操作するためのインテックスタジオの MIDI コントローラー。この MIDI コントローラーはですね、ここにもう一個ありますが、こういう風に2つ組み合わせて、こういう風につなぎ合わせて使う、モジュールタイプの MIDI コントローラーっていうのが特徴なんですけれども、スティミングさんは単体のちっちゃなコントローラー一つで使っています。このインテックスタジオの MIDI コントローラーについては別で詳しいレビュー動画をアップしようと思っていますので、気になった方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。続いて目を引くのが右上のおもちゃみたいな白いやつ。ティーンエイジエンジニアリングの OP1 フィールドというこれがシンセサイザーです。おもちゃみたいな見た目ですが値段が36万円もする。子供は買えない、まさに大人のおもちゃ。宇多田ヒカルも持っている大人のおもちゃ。こんな見た目ですけど、いろんな使い方ができる大人のおもちゃ。スティミングさんはそんな大人のおもちゃを他のおもちゃと組み合わせて世界中のクラブで夜な夜な使い込んでいます。その左はドレッドボックスのタイフォンというアナログのモノシンセ、シーケンサーや DSP エフェクトも入っていて見た目より多機能でいろんな使い方ができるようです。最後に左上の IMC。これは最初に言ったマスターコンプ。クラブでこういったライブプレイをするとどうしても DJ プレイと比べて音圧がちっちゃくなりがちなんですけれども、そこでこういったコンプを使うことで音がギュッとまとまって音圧があってっていう音にすることができます。続いて、ルーティングと各機材の用途について。左下のブラックボックス。これがスティミングのライブの9割型の音を流していると言っていい。で、ここからビート、ドン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 っていう音とメロディー、上物ね、を別のチャンネルでそれぞれ出力して、ブルーボックスのチャンネル1と2に挿してます。その右の白いケーブルは MIDI アウトですね。左下のブラックボックスからタイフォンにこの MIDI アウトはつながっていて、ブラックボックスでタイフォンを鳴らしている。で、このタイフォンはオリジナルの音源とは別のベースパターンを鳴らしていて、それがブルーボックスのチャンネル4に入っていっているようです。
っていうのがタイフォンの音。で、さらにその右には MIDI のインプットがあって、これブラックボックス、左下の方がスレーブ、右下のブラックボックスがマスターになってます。だからまあ同期用ですね。次、右下のブラックボックスはハイハットを鳴らす、プラスルーパーとして使っていて、ブルーボックスのチャンネル3に入っていってます。ブルーボックスからの出力をここにぶっ刺して録音できるようにしてます。ちょっとよくわかんないかもしれないけど、詳しくは後で話します。右上の OP1 フィールドはその場で弾く用のシンセ。これ鍵盤ついてるんでその場で弾くこともできるんだけど、プラスセンドリターンのエフェクトっていう2つの役割を担っています。OP1 フィールドの音はブルーボックスのチャンネル6に刺さっているんだけれども、このブルーボックスの音を OP1 フィールドも受け取って、リバーブをかけてチャンネル6に戻す。つまりセンドリターンのエフェクトとしても使っていると。で、具体的にはコントローラーがありますね。コントローラーのこのフェーダーを上げたチャンネル1とか2とかの音が OP1 フィールドに送られて、で、リバーブがかかって音が返ってくるようにセットアップしてます。あと、コントローラーの上の4つのつまみね。この4つのつまみは、多分、ブルーボックスの中に入っているフィルターをこのつまみでコントロールできるようにしていて、例えば左上のつまみを少し上げると、ローカットが入ってキックが抜ける、チャンネル1のローが抜けるようになっている。もしかしたら他にもブルーボックスのリバーブとかディレイとかそういうエフェクトを使ってるかもしれないんですけど、ちょっとそこまではごめんなさい、わかりませんでした。まとめると、このブルーボックスにはどういうルーティングで音がまとまっているか、チャンネル1には左下のブラックボックスのビート、チャンネル2は左下のブラックボックスのメロディ、チャンネル3にはアナログモノシンセのタイフォンの音が入っていて、チャンネル4は右下のブラックボックスの音が入っていて、なぜかチャンネル5は空いていて、チャンネル6は OP1 フィールドのリバーブがかかった音、あるいは OP1 フィールドで音を奏でた音が入っている。というわけで、このスティミングさんのライブ動画見るときは、ブルーボックスのチャンネル1から6までメーターがどういう風に触れているのかを見ながら音を聞くと面白いと思います。普通はこのセットアップであれば左右のブラックボックスで曲を交互に再生させていって DJ みたいに曲をミックスして繋いでいくという風に使うと思うんですけれども、実際スティミングさん以前はオクタトラック2台を使ってそういうプレイをしていったこともあったと思うんですが、この動画ではさらにその先を行く独創的な使い方をしています。実際に流れをやっています。このサーキットリズムがスティミングさんの左のブラックボックスだと思ってください。で、このブラックボックスの音を一度こっちに録音して鳴らす。その間にこっちで次の曲をロードして、で、ビートを差し込むと。で、当然、こっちで鳴らしてた音をこっちに録音すると、音が2つになっちゃうので、素早く1トラック目はミュート。1トラック目がこの音なんだけど、これをミュートしますっていう流れでやりましょう。こっちで今ビート鳴ってるので、それを録音します。で、ミュートします。でそうすると、今、3トラック目にここに録音したビートが鳴ってます。こっちの音は、暗くなってると思うんだけど、ミュートされてます。ので、この間に、次の曲をロードできると。何でもいいんだけど、これにしようか。で、これをローカットして、こんな感じにして、で、若干リバーブなんかかけちゃったりして、で、これを入れる。これで次の曲に入れたと。っていう感じで次の曲に繋いでいくことができると。で、これ機材がですね、サーキットリズムとブラックボックスでレベル感が微妙に違うから音量揃えるの大変なんですけれども、スティミングさんの場合は
ブラックボックスとブラックボックスだから音量を揃えるのももう少しうまくいくんだと思う。で、これをやるメリットはですね、動画の最後の方でやってるんだけれども、今ビートをこっちに録音しましたが、こっちで上物、メロディーを鳴らしといて、それをこっちに取るってこともできるから、グラニュラーモードっていうのがこれブラックボックスあるんで、それを使ってやると面白かったりする。あと、ハイハットでそういうことやってますね。こういう音。こういうライブセットっていうのは DJ と違って、その場、そのライブでしか生まれない音をいかに生み出すかっていうところが面白いところなんですが、スティーミングさんの場合は本当にこう操作が素早くて、なんか手が2本じゃ足りねえんじゃねえのっていうぐらいすごい操作をしまくっているんだけれども、だからすごい練習していると思います。めちゃめちゃ練習してると思う。ブラックボックスとかブルーボックスだけじゃなくて OP1 とか、あとタイフォンもこう操作しながらすごいなと思ったのが正直な気持ちです。僕もちょいちょいライブやりますけれども、そういうライブをやるときはしっかりこうセットアップ一回組んで、思いのままに使えるようになるまでしっかり練習してからやるようにしないといけないなと。この動画が面白いと思われた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画がつまらないと思われた方はですね、次回これか、インテックグリッドさんのMIDI コントローラー、これ電源がですね、2つつなぐと供給されるんですよ。こういう感じで。面白いでしょ？これがこっちでも、ほら、光ってるでしょ。この MIDI コントローラーの解説多分してる人全然いないと思うんで、次回それやろうと思ってます。そっちもぜひ見に来てくれると面白いんじゃないかなと思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。